ちは、さきかです。なんと秋葉原に来てます。まあ音声は後付けなんですけど、外で喋るの恥ずかしいんで、今回はこの秋葉原で色々とフィギュアを見ていこうと思います。プロが作ったフィギュアを見るのってめちゃくちゃ勉強になるんですよね。普段田舎に住んでるとそういう経験ができないので、今回はバリバリ刺激を受けてきます。それでは早速フィギュア見ていきましょう。基本的に店内は動画撮れないので、撮影可なところを写真で紹介する感じになります。さあ秋葉原といったらまずはここ、ラジオ会館。ラジオ会館の中にはいろんな店舗が入っているわけですが、とりあえず8階のボックスと4階のアミアミに行きます。アミアミでは新しく発売するフィギュアをはじめいろいろと展示されてるんで、めちゃくちゃ勉強になります。ただ基本人が多い。シングレのトマモクロス一番くじやプライズでも見たことあるんですが、この価格帯となるとやっぱりクオリティ高いですね。オベイユアマスターも毛の色の発色良かったな。この間発表されたオリコーも展示されてましたね。ブーツとかしっかり作り込まれてて、これは欲しくなるな。 FGO のバーゲストは迫力すごかったです。武器も体も圧倒的な存在感で、筋肉の作り込みと塗装もいいんですよね。このメイド服の分割見たいな。いや、どういうメンツ？派手じゃないフィギュアもポージングや塗装がしっかりしてると存在感ありますよね。神楽鉢の千尋のフィギュアも展示されてました。僕も前に千尋のフィギュア作ったんですけど、やっぱりプロの作品はすごいな。アミアミを見終わった後は8階のボックスも見てきます。ボックスでは個人の方が塗装したフィギュアを見れるんで面白いんですよね。人によって塗装の仕方がほんと違うんで勉強になります。ファレホンもそのうち試してみたいんだよな。さあラジカンはこのくらいで次に行きます。ここって前大黒ドラッグありましたよね。いやー1年ぶりに来たけどどんどん変わるな。さあ次はアミアミフィギュアタワーです。ここは店内の写真はないんですが、なんと1階から7階まで全部フィギュア。各階いろいろと展示もされてます。特撮からセクシー系のフィギュアまでいろいろあります。階段がちょっと辛いですけど。さあアミアミでいろんなフィギュアを見てきたんで、次のところに行きましょう。いやー今回は平日だったんでそれほど混んでないんですが、ほんと外国人観光客増えたな。街並みが変わってきて遊びづらい感はあるんですが、フィギュア関係はやっぱり秋葉原が一番強いんですよね。さあそうこうしてるうちにビッグカメラに着きました。ここはジャンプ系を少し展示したりしているので、それを見ていきましょう。基本的にそんなに展示されているものは変わらないんで、時々覗いてみる感じがいいかもです。五条先生のフィギュア、首の根元じゃなくて首と顔のところで分割してんだな。正直ガンプラ見に行く理由もあってビッグカメラ来てます。すみません。マーベルですかね。詳しくないんですけど、このフィギュアの躍動感とか土台いいですよね。こういうのが好きなんだよな。ジャンプ系のフィギュアはクオリティが高い気がする。さあビッグカメラを出たんで次は本命に行こうと思います。ここのガチャポンってなんかやりにくいですよね。次はボークスホビー天国2。見るところとしては2、3、4、5階ですね。3階ではミニチュア系のフィギュアがあります。このサイズ感も作れるようになりたいんだよな。
ラジカンのボークス同様個人の方が塗装したものも展示されてます。いやーめっちゃ綺麗。もちろん道具なんかも売ってますんで結構お世話になってます。複製もそのうちやりたいな。やっぱり家の近くにボークス欲しい。うわー、アーガもめっちゃ欲しい。もちろん通常のスケールフィギュアも展示されてます。金があるなら全部買いたい。このセイバーオルタかっこよすぎない？アムロとシャアはやっぱいいね。このドモンのマントシャドウ綺麗ですよね。めっちゃマチュに見られてる。やっぱりアミアミとボークスでかなりの数のフィギュア見れるんで結構満足できますね。モンハンのフィギュアも展示されてます。めちゃくちゃかっこいい。モンスター系は作ったことないんであまり勝手がわからないんですが、いつか挑戦してみたいな。さあボークスから出ます。本当はこの後東京フィギュアに行く予定だったんですが完全に忘れてます。初めての外撮影なんでちょっとテンパっちゃったな。さあそしたら少し戻って寿屋に来ました。前来た時は何体か展示されてたんですが今回は全然展示されてなかったな。ただイリオスの展示見れたんでよかったです。さあ最後の場所に行く前にちょっとお腹減ったんで天下一品に行きます。実は天下一品行ったことなかったんですよね。人気みたいなんでこってり頼んでみました。味の感想はさあ中央改札別名ヨースター改札まで歩いてきました。ほんとヨースターのコンテンツは強いな。アズレンの赤城は未だに好きですね。さあヨドバシ秋葉に来ました。ヨドバシ秋葉はフィギュアというよりも道具の品揃えがすごいんでそれを見ていこうと思います。ちなみにヨドバシ秋葉のすぐ真横には猫カフェがあるんですよね。何回か利用したことはあるんですが癒されますね。スケールフィギュアはあまり展示されてないんですがその分塗料とかツールはめちゃくちゃあるんですよ。これ最近使ってるアクリルガッシュですね。基本色しか持ってないんでどれも欲しくなるな。 U35 もすごい種類あります。 U35 いい感じに使いたいんですがあんまりうまく使えてないんだよな。もちろんエナメルとかラッカーも大量にありますしエアブラシとかコンプレッサーも売ってます。そういえば充電式のやつってどうなんだろう。またジオラマ系のものもあるんでそういうのが好きな人は助かりますよね。あと最近気になってたアッセンブルカラーも売ってました。ガンダムのミニチュア用に出た塗料なんですが塗り心地どうなんだろう。ゼータかクシーのミニチュアが出たら合わせて買おうと思ってます。以前少し使った下デルも売ってますね。いやーすごい種類数だ。ただやっぱりちょっと手が出づらい価格。ちなみにほんといろんな種類数あるんで全然見たことない塗料も売ってます。さあとあるものを買ったんでそろそろ帰りますか。普段田舎だとあんまりフィギュアを見ることないんでこういう機会があるとめちゃくちゃ刺激になりますね。よしもっといいもの作れるように頑張らないと。
さあどうでしたでしょうか。初めての外ロケだったのでうまくいかないところもありましたが、また機会があったらやろうと思います。ちなみに今回購入したものなんですが、それがこちら、クシーガンダム。待って、フィギュアじゃないのかよって言いたい気持ちは十分わかってる。でも映画見ちゃったんだもん。そりゃ欲しくなるよ。我慢できなかった。ということで今回の動画はここまで。今回の動画が良かったらぜひチャンネル登録、いいね、コメントしてもらえたら嬉しいです。ではまた次回。